お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍の終焉を担った参謀総長にして、石原幹事も黙らせたというエピソードも伝わる知将、梅津義次郎の解説の後編をしたい。前編は多くのご視聴者様にご覧をいただき、誠に後人の至りです。梅津義次郎の前編動画では、梅津義次郎が帝国陸軍内で頭角を現し、永田鉄山を抑えて陸軍大学校を首席卒業しただけでなく、226事件では決起部隊に対する早期討伐を主張して、冷静かつ合理的な将軍像を形成しつつあった梅津義次郎を解説した。有能だが表情を見せない感じが、東条英機、石原幹事、辻正信らと特に印象違うところだね。226事件後の行動派に対する祝軍人事では、当然に梅津将軍は粛清対象とはならず、むしろ栄転となり、晴れて陸軍省の陸軍次官に就任する。次官って省庁の官僚のトップのイメージあるけど、陸軍次官も陸軍のトップなの。当時の中央官庁における双璧と恐れられた内務省、大蔵省の場合は、内務次官、大蔵次官が官僚としての出世ルートの到達点だったが、陸軍省の場合は少々異なる。どう異なるの？帝国陸軍における将校の出世の到達点としては、陸軍参長官と称された、陸軍省を率いる陸軍大臣、参謀本部を率いる参謀総長、教育総監部を率いる教育総監の3ポストが一般的だった。そして、このうち陸軍大臣は、陸軍次官を部下として治める地位だったので、陸軍次官は梅津将軍としても通過点に過ぎなかった。ちなみにだが、回顧録等を参照すると、優秀な青少年が選抜されて入校する陸軍士官学校の学生としては、陸軍大臣や参謀総長は叶わずとも、せめて師団長になって部隊を率いたいと考える人は多かったようだ。大臣も現役の軍人がやるのな。軍部大臣現役部官制という、陸海軍による当閣や新内閣の組閣阻止を許してしまった、色々と批判のある制度の賜物だ。そのため、陸軍大臣の部下である陸軍次官が権力を発揮できるかは、大臣との相性や次官に就任した人物の能力によって左右された。次官に就任した梅津義次郎が仕えた陸軍大臣との相性はどうだったかな？梅津将軍にとっては権力を発揮しやすい大臣だったと思われる。当時の陸軍大臣は、寺内久一将軍だ。ビリケン宰相の息子さんだね。そしてゴーストップ事件で警察とめっちゃ喧嘩したという。寺内久一は、長州罰で元帥まで累進し、首相にもなった寺内正武の息子で、文献によってはボンボンの典型のように描写されており、実際その側面もあったようだが、陸軍にとっての外部との闘争の際には、劇場化の一面も見せた。今ちょっと言っちゃったが、誰と揉めたのかな？この動画では詳しく踏み込まないが、ゴーストップ事件という警察と陸軍が喧嘩闘争を繰り広げた事件において、事件の舞台となった大阪を管轄する師団の師団長が、寺内久一だった。しかし、寺内久一は、喧嘩っ早い側面のある一方、元帥陸軍大将にして首相家族たる家の息子でもあったので、応用な性格も持ち合わせ、その点、頭の切れる冷静かつ合理的な梅津将軍は、その辣腕を振るうことのできる環境にあったと言えるだろう。どんな辣腕を振るったの？まず、226事件の後始末としての行動派を一掃する人事で辣腕を見せた。統制派の永田鉄山と並び称された行動派のホープにして、戦術の対価とも評価された小畑敏郎も、粛清人事の対象となり、予備役に編入された。梅津義次郎となればどんな難題でも表情を変えずに淡々と遂行していきそうなイメージだな。仕事に関しては冷厳なイメージのある一方、奥さんを早くに亡くしたんだが、愛妻家であった梅津将軍は再婚をせずに子供らを育て上げたという逸話もあるから、家庭ではいいお父さんだったのかもしれないね。226事件を受けて、決起部隊の将校らの罪状について審理した軍法会議の判決に基づき死刑が執行された日、梅津将軍は一日中黙想し続け、家族が不思議がったという逸話もある。人情味もあったのかもしれないね。そうは言っても陸軍次官としてその辣腕は冴えており、人によっては盲腸程度の力しかなかった陸軍次官職として、徐々に省内を掌握していき、陸軍大臣の良き補佐役という分限は守りながらも、
陸軍省の元締めたる存在感を発揮していく。そういう仕事に才能があったんだろうね。後年のことになるが、一時は独立軍としての行動まで示唆した暴れ馬のような関東軍に赴任してからも、梅津将軍は徐々に関東軍を掌握し、結果として見事に統制下に置いた事例からも、その才能が伺えるように思う。さて、陸軍省を掌握した梅津将軍だったが、陸軍省と双璧をなす重要官がと言える参謀本部で台頭しつつあった人物を抑え込むべく動き始める。誰？台頭してきた人物って？帝国陸軍の記載、石原幹事だ。石原幹事は満州事変での功績、さらには天才と称された頭脳、そして胆力によって参謀本部を席巻し、戦争指導を担当する部署を新しく設置するなど、参謀本部で主導権を握りつつあった。人望はあったの？石原幹事はずけずけと遠慮なく人物批評をするところがあり、この癖が多くの敵を作った関係で、石原幹事を激賞する人もいれば、嫌う人もいた。石原幹事のこの傾向は後々まで同人を苦しめる結果となる。もっとも、この時期はまさに上り流だった石原幹事に向かうところ敵はないように思われた。梅津将軍を除いてだ。どういう形で対立したの？軍部の政治介入が露骨になっている時期で、具体的には、師範指名、すなわち首相を誰にするかで、策動する石原幹事と、それを上回る策動で対抗する梅津将軍が激突した。後年永久戦犯として処刑され、同情の声もある広田光輝内閣が倒れ、後継師範に俄然注目が集まった。誰が師範候補になったの？まず大明降下、すなわち天皇陛下から組閣を命じられたのが、陸軍の重鎮、宇垣一茂だった。宇垣一茂は陸軍 OB にして、一時期は宇垣閥を軍内に築いた実力者でもあったので、226事件という一大事件を引き起こした陸軍に不信の高まっていた国民は宇垣一茂に期待するところが大きかった。しかし、石原幹事が主導する参謀本部をはじめとする陸軍中央は、軍部大臣現役武官制を盾に、陸軍大臣候補者を推薦しないという露骨な組閣妨害を行い、結果として宇垣一茂は組閣を諦め、大名を廃止、つまり首相当番を諦めざるを得ない状況に追い込まれた。226事件で世間の目が厳しいのに逆に陸軍の政治介入が強まっているのが不思議だ。そして、次の師範候補者をめぐり、梅津将軍と石原幹事は対立を深める。宇垣一茂の次は誰だったの？林千十郎だ。また陸軍じゃないか。林千十郎は満州事変の際に越境将軍の異名を取った人物だったが、どちらかというと部下の進言を積極的に取り入れるタイプの人物で、この点、石原幹事は組安氏と見たのか、積極的に林千十郎の組閣を陸軍側からも推進し、かつ、新内閣の陸軍大臣には、石原幹事の戦友とも言うべき親密な人物を擬していた。石原幹事という南仏の戦友って誰？板垣清志郎だ。関東軍時代に石原幹事と共に満州事変を成し遂げた軍人であり、石原幹事からしたら、林千十郎という首相に、板垣清志郎という陸将は、ますます自身の考える方針で内閣を主導できると考えたのかもしれない。しかし、ここで梅津将軍が立ちはだかる。ようやく出てきたな。梅津将軍は板垣清志郎陸将案を葬り、別の軍人を陸将候補にすることで部内をまとめ上げ、かつ、海軍大臣候補者を推薦する帝国海軍とも連携をして、石原幹事の構想実現を阻止すべく動いた。その結果、林千十郎の想定していた閣僚名簿では組閣ができず、林千十郎は梅津将軍ら陸軍中央が推薦した陸軍大臣等で構成される組閣をする結果となった。石原幹事がいっぱい食わされたのは興味深い。石原幹事の梅津義次郎に対する巻き返しはあったのかな？いや、石原幹事は梅津義次郎との対立以前に、海外での事件勃発も相まって部内での権力闘争に敗北し、関東軍に左遷される運命にあった。海外での事件とは？盧溝橋事件だ。同事件は日中戦争の泥沼にはまり込む端緒であり、現場にいた駐屯歩兵第一連隊の連隊長は、後年のインパール作戦でいろんな意味で名前を残す牟田口連也大佐だった。盧溝橋事件での両軍衝突を受け、陸軍中央は方針をめぐって真っ二つとなった。どういう方針とどういう方針があったの？
紛争の拡大派と不拡大派だ。不拡大派の筆頭は、参謀本部第一部長、石原幹事だった。石原幹事としては、今ことを大きくすれば日本は全面戦争に突入し、泥沼にはまる危険が大きく、それよりも撤兵や外交交渉を駆使して戦域の縮小を図り、満州の経営に国力を集中すべきという意見だった。結果論だけど宅建だったかもしれないね。満州事変を主導した人が何を言うかという反対意見があったかもしれんが。しかし、大陸における日本の権益や法人の安全は軽視できず、不拡大方針ながら軍の増派は行うという、ある意味中途半端な方針を石原幹事が取ったこともあり、筑紫派兵という軍事的には避けるべき状況になってしまった。石原にしては、という感じだな。不拡大方針を陸軍大臣に納得してもらうべく、その熱い思いを陸将も含めた陸軍省サイドの幹部らにぶつけた石原幹事だったが、陸軍次官の梅津義次郎は相変わらず表情を変えないまま、石原幹事の意見に冷言な指摘をした。どんな指摘だったの？機関の意見に沿ったとしても、長い年月をかけて中国北部で築かれた法人の権益はいかがするのか、という内容の指摘だった。これに対して石原幹事は明快な回答ができなかったそうだ。拡大派の台頭と、筑紫派兵という失策も影響したと考えるが、石原幹事は中央の要職である参謀本部第一部長職から、関東軍参謀副長として満州に去っていった。副長ってことは上司の参謀長がいたの？当時の関東軍参謀長は、石原幹事の天敵と言っても差し支えないであろう存在、東条英機だった。関東軍で同僚となった両者は、さらに関係の亀裂を深めていくんだが、その経過は本動画では割愛させていただく。次々と交代する陸軍大臣を、辣腕の陸軍次官として支え続けた梅津将軍だったが、役所に異動はつきものであり、梅津将軍にも中央官衙からの転勤の日がやってくる。どこに異動になったのかな？大陸に派遣されていた第一軍司令官だ。梅津将軍が軍司令官として大陸を転戦している間にも、日本の政局は目まぐるしく動き、実戦経験には乏しいが行政手腕が評価されていた将軍、安倍信行に大名が降下し、同人が組閣作業に着手したところ、梅津将軍の名前が中央政界でクローズアップされる。なんで大陸の前線にいる梅津将軍が東京の政局で名前が出てくるの？昭和天皇が、陸軍大臣候補者として梅津将軍を名指ししたんだ。正確には、梅津将軍か、あるいは同じく陸軍の畑俊六のどちらかを陸将にせよという、明治憲法下でも珍しい天皇陛下による人事の注文があったんだ。なぜ梅津将軍が候補の一角に指名されたの？まず、畑俊六は侍従武官長という、天皇陛下のおそばに仕える武官の長を務めており、その仕事ぶりと人柄が評価されていたゆえではないかと思われる。梅津義次郎は侍従武官長じゃないよね。それを考慮すると、梅津将軍の無派閥という特性、さらに仕事に対する手腕が店長にも達していたのかもしれないね。梅津義次郎は陸将になったのかな？いや、梅津将軍は関東軍司令官に就任し、新陸将には畑俊六が就任した。満州事変も終わって、関東軍司令官としては気楽な時代だったかな？とんでもない。関東軍にとっては満州事変に続く第二の波乱にして、しかも、停滞打撃をかぶった事件直後だっただけに、関東軍司令官に就任する梅津将軍の双肩にのしかかる責任は重かった。関東軍に何があったの？ノモンハン事件だ。ノモンハン事件は、満州国の国境で勃発した、日本とソビエト連邦とが激戦を繰り広げた武力紛争だ。このノモンハン事件では、特に有名どころとして、辻正信参謀が色々な角度からの評価を残している。ノモンハン事件では日本側にも多大な犠牲が出た上に、幕僚統帥の弊害、飛行船の不慣れ、情報収集活動の脆弱さなど、後年の第二次世界大戦における展開を占うような要素を呈し、関東軍はぶっちゃけガタガタの状態に陥っていた。226事件もそうだけど、そういう難しいところに投入されるんだね。梅津さんは、まさに暴れ馬のごとく中央の統制に従わない関東軍の手綱を引き締めるべく、梅津将軍は矢継ぎ早に手を打った。どんな方策を取ったの？まず、ノモンハン事件の発端は辻正信参謀も起案に関与した、
強硬方針が記載された国境紛争に関する処理要項からスタートしたと指摘されていた。そこで、梅津将軍は、この処理要項を改定し、ソ連との偶発的な紛争が弱気しないよう武力行使のハードルを上げるなどして紛争予防を図った。ソ連との再紛争は予防できそうだったかな。梅津将軍の手立ては迅速だったが、世界情勢が帝国陸軍の関心を北に向けてしまい、北進論が台頭したことで、梅津将軍としてもソ連との武力紛争の再来に備える必要が生じてしまった。世界情勢って何かあったの？ヒトラー総統率いるナチスドイツ国防軍が、ソ連に突如侵攻したことで火蓋が切られた。独ソ戦の勃発だ。枢軸陣営を共に構成していたナチスドイツと日本という関係だったので、ナチスドイツとしては一刻も早く東からソ連邦を叩くようやの催促が日本になされた。ヒトラーとしては東西からの強撃か、少なくともシベリアのソ連戦力を西に増派として送られたくはないだろうからね。帝国陸軍は北進か南進かで激論を交わし続け、政府も明確な方針を打ち出すことができず、結局、ドイツとの関係は尊重しつつもソ連に積極的には攻め入らず、日本にとって情勢が有利に進展すれば武力行使も辞さずという、要するに様子見の方針が政府方針として採用された。この中途半端とも言える方針もあり、帝国陸軍としてはソ連に対する武力行使に備える意味で、特殊な様式で北辺に対する進撃を準備することになった。特殊な様式とは、演習を装って関東軍を大増強したんだ。関東軍特殊演習と題される大規模演習がそれだ。特殊じゃなくて特殊と書くのが印象に残るやつだな。結局、ドイツ国防軍の進撃の頓挫と戦線膠着もあって帝国陸軍はソ連軍と交戦するに至らなかった。歴史に過程はありえないんだが、もしここで帝国陸軍が南進ではなく北進でことを進めて、ソ連領になだれ込んでいたら、後年の第二次世界大戦の展開は果たして変わったのだろうかと、アップ主としては時々思慮するところだ。特殊演習で膨大な兵員を抱えることになった関東軍において、その司令官たる梅津将軍は陸軍中央と連携しながら関東軍の統制を維持し、かつ、前線部隊の視察を積極的に行って現場状況の把握に努め、時には若い将校らと酒を飲み交わして現場の声を聞いていたそうだ。すでに海戦の火蓋が切られているか否かで比較対象となるかは不明だが、インパール作戦で前線に全く来ない司令官や、師団長がいたところ、後年結構批判されていることを考えると、陸軍対象の司令官といえども前線で声を聞くのは重要な仕事だったのかもしれないね。さて、梅津将軍が満州にいた時代に、日本はとうとう米英等に宣戦布告し、第二次世界大戦に突入する、開戦時の内閣総理大臣であり、陸軍大臣、軍需大臣だけでなく、参謀総長まで兼任した東条英機は、奮闘虚しくサイパン島の陥落を契機に総辞職となり、陸将や参謀総長からも退くこととなった。兼任に関しての評判はどうだったの？後年からの評価では独裁的であるという批判的な意見も多いが、他方、行政を司る陸将と軍令を司る参謀総長を兼任したことで、とても仕事がしやすくなったと回想する陸軍将校もいるので、仕事の効率化という点では見るべき点もあったのかもしれない。東条英機が参謀総長を退いたということは、いよいよ、梅津将軍が、帝国陸軍の終幕の参謀総長として東京に戻ってくることとなった。この時点では帝国陸軍が姿を消すなんて未来のことだったけどね。梅津さんは参謀総長就任を喜んだのかな？いや、就任の事態を考えるレベルで喜ばなかったらしい。戦局が完全に傾いている状況で取るべき方策もない環境において、帝国陸軍の軍令を司る参謀総長になることの責任の重さが伺い知れると思われる。梅津将軍が参謀総長に就任後も、太平洋の戦局は非常に厳しく、最高戦争指導会議なる新機関が設立されても、陸海軍統帥部は統帥権を盾に政府との情報共有に消極的で、さらに陸軍と海軍間の情報共有もおろそかな状況だった。226事件後の処理、関東軍の統制という難題を粛々と処理してきた梅津将軍であっても、この情勢はいかんともしがたく、鈴木貫太郎内閣が組閣され、梅津将軍は参謀総長に留任、
新しい陸軍大臣には映画でも有名になった将軍が着任する。誰？日本の一番長い日の登場人物。その名は穴見コレチカ、特将と称され、ポツダム宣言受諾後に自決した軍人だ。陸軍大学校の受験に難浪もするなど成績という点で注目された人物ではなかったが、武道に優れ、何より人徳に溢れた軍人として評判の人だった。鈴木首相、穴見陸将、米内海将、東郷重則外相、そして梅津参謀総長という役者が揃い、日本国内ではポツダム宣言をめぐって激しいつばぜり合いが開始される。一旦政府は宣言を黙殺という対応を取るも、広島に対する原爆投下、ソ連の対日参戦という不測の事態が続発し、政府と大本営はいよいよ降伏か否か決断をする段階となった。それらが不測の事態だった点は、日本の情報収集力の弱さを垣間見るようだ。御前会議で梅津将軍は参謀総長として、本土決戦の準備はできている旨を述べたが、合理的な人物だったから、真実は本土決戦の見通しに悲観的だったところ、統帥部の長官としてそれははっきり言及できない苦しい立場だったのかもしれない。元気な青年将校に殺されるかもしれないしね。御前会議の結論はどうなったの？有名な局面だが、結論は得られず、鈴木首相は、昭和天皇に聖断を仰いだ。その結果、国体護持を条件とするポツダム宣言の受諾が決定した。国体護持の条件って相手方は受け入れたの？アメリカ側の回答は当然英語だったので、その解釈をめぐってまた一波乱あった。外務省としては条件が受諾されたと解釈したが、軍部は違う解釈を主張した。すなわち、天皇の主権が、連合国軍最高司令官に制限されるのか、従属するのか、隷属するのかという、サブジェクト2の和訳をめぐって吸ったもんだだった。その騒動は収まったのかね？収まるどころか、交渉継続や交戦を主張する陸軍の若手将校らが、クーデター計画に動き出した。最近の東南アジアのある国々もそうだが、クーデターっていう発想が軍部にとっては伝統的なのかもしれないね。若手将校らの計画としては、まずは陸軍大臣や参謀総長の同意を、という内容だったため、梅津将軍にも諮ったが、梅津将軍はこれを承諾しなかったので、陸軍全体でのクーデターという構想はあっけなくついえた。ちなみにだが、一部の若手将校はなおも粘って師団長の殺害等に及んだが、これもクーデターとしては失敗に終わった。新しい方の日本の一番長い日の映画のワンシーンだが、結果として殺害に及ぶ若手将校が、本土決戦を師団長に直訴するシーンは鬼気迫る演技で迫力があったね。差し出がましい要望で恐縮なんだが、あの映画には、できればもう少し梅津参謀総長のシーンも加えていただければ嬉しかったところだ。正式に降伏が決定となり、梅津将軍は参謀本部部員らを集め、ご聖断に従うこと、軍としては苦痛であるが軍機を保持して統帥部の進化を見せるべきこと等を示し、粛々と終戦作業を進めていった。さて、非常に有名な写真だが、降伏文書に署名する全権団の中に、参謀総長として佇む梅津将軍の姿がある。無然としているようにも見えるし、相変わらず冷静な表情にも見えるね。誰が降伏文書に署名するのか、特に軍部としては屈辱であることは想像に難くなく、梅津将軍としては、終戦は海軍が特に主張したんだから海軍の軍令部総長が行けばいいだろうという意向があったという一説もあるが、結局は、それまでの数々の帝国陸軍の不祥事を清算してきた梅津将軍らしく、全権団として調印に臨んだ。その後の梅津さんはどうなったの？やはり帝国陸軍の参謀総長として戦犯指名は免れず、被疑者として身柄拘束され、裁判に臨むこととなった。しかし、梅津将軍は証言台で証言をすることはせず、終身禁錮刑となり、1949年、癌により逝去した。死後、病床からは郵送無歴実と記載された紙片があったそうだが、この意味内容の解釈も含め、梅津将軍がどのような意味を込めて書いたのか、ご視聴者さんのご意見をぜひコメント欄にてお聞かせください。さて、以上の通り、梅津義次郎の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルだけでなく、ナチスドイツ国防軍や大日本帝国陸軍の戦車、突撃砲、高射砲、対戦車自走砲などを扱っている、
行情報号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は秋田号のチャンネル登録だけでなく、気候情報号もご覧ください。画像の動画は、ナチスドイツ国防軍が、1号戦車など機銃を装備した戦車部隊を中心に、ポーランド軍を世界が驚く速さで打ち破ったポーランド戦役の解説をした動画です。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号と気候情報号のチャンネル登録をよろしくお願いします。